フィットのオートハイビームを試していきます。車はハイブリッドのベーシックでハイロー切り替え式の LED ヘッドライトです。で、状態はこれがローの、これがハイです。ローのハイで、この状態でオートにします。現在ロービームの状態です。で、この辺りはね速度低いのでロー固定だと思います。で、ここからいくつかのシチュエーションで試していきます。現在高速道路の脇の明るいところを走っています。で、速度はね、現在56キロぐらいで走っています。で、オートハイビームでローですね。ちょっと今隣に車来ちゃいましたけれども、だいたいねローのままでした。60キロ、メーター読みで60キロ少し超えてもローなので、明るいとこだとねなかなかハイに切り替わってくれないようなシステムなのかもしれませんね。じゃあちょっと前に車いるので次のシチュエーションまで向かいます。さあ、次のシチュエーションは暗くてねくねくねしていてブラインドコーナーの多いところに来てみました。で、速度はね40キロぐらいで走る走る場所が多いです。で、ここはね先日はアクア、その前はねトヨタ、日産、マツダ、その他の車ともねみんなここ走っているので、いろいろ比較してもらえればなと思います。で、現在メーターに出ている表示は時速40キロぐらいで、オートで今ハイビームに変わりました。さあ、ここでね見たいのはブラインドコーナーのね向こう側とか、なんて言うんでしょうかね、こういう木の影とかからちらっと見れる対向車とかでローに変わってくれたら一番良くて、で、あとはね人間の反応とねどっちが早いかなというのがね、今対向車来てローになりましたね。結構ねホンダのハイビーム暗いとこ走っているとハイ側になってくれるんですよね。で、今までにごめんなさい、信号の向こうの対向車いてローになりましたね。だいたい人間が気づくのと同じぐらいの感覚です。で、今までにこの4代目フィット、ハイブリッドとガソリンで合わせて5台の車に乗っています。で、やっぱり夜も走っているのでオートハイビーム使っているんですけれども、田舎道なんか行った時はねもうガンガンにハイが使ってくれて、おーすごいねって、もうハイばっかりだねっていう感じだったんですね。でもその代わりにちょっとねロー側に戻るのが遅いかなって感じた時もありました。このあたりねメーカーによる差もありますし、年々新しく出てくる車ほど制御が変わっているので、まだまだねどんどん進化している分野なのかなって思っています。今もねちょっとローに切り替わるのが遅いかなか、人間が操作しても同じかなぐらいの感覚でしたね。でもまたすぐハイ側に戻ってくれます。で、あと気になるのが歩行者なんですけれども、歩行者ね、自分後ろからこうオートハイビームで近寄っていった時しかないんですけれども、歩行者はどうやらロー側に切り替わってくれないのかなと思っています。そんなにね多くのシチュエーションを試せたわけじゃなくて、そもそもね歩行者いない時間なのでなかなかいい状況いいシチュエーションにならないんですけれども、ちょっとね気になったりします。さあ、それでは次のシチュエーションに向かいます。さあ、続きましてのシチュエーションはそんなに明るくない幹線道路でね高い位置に照明がある道路です。ここ60キロぐらいで走ります。で、今対向車いていなくなったらどうでしょうかね。あと今左前に見えている黄色い点滅、これもあるからちょっとハイに切り替わってくれないかな。ごめんなさい、今日ねちょっとずっとぐるぐるしているんですけれども、なかなか対向車いたりね前に車いたりしてうまく取れないでぐるぐるしちゃってます。これでどうですかね。前方完全クリアです。60キロ、やっぱり明るいとハイにならないですかね。で、ホンダのオートハイビーム、あとこのフィットのオートハイビーム、これね使いやすさとしてはドライバーの操作に関しての使いやすさは結構ね優れています。オートでハイの途中でパッシングの操作をすると
ローに切り替えできるんですね。オートをカットしてロービーム固定にできます。それがねすごく瞬間的にね戻す時なんかに使いやすいんですよね。ちょっと通り替えてみますね。じゃあこの間に話したいことが、ウインカーですね。この車ワンタッチウインカーがついているんですけれども、オンオフが可能です。一瞬ねカチッてやった時にウインカーが出るこの機能のオンオフが可能でした。設定のライティングに関する設定からこれができたかな、調整ができるようになってましたね。結構ねこれお好きな方といらないよって方がいらっしゃるので、お好みに合わせてね交換できるっていうのはすごいと思います。で走ってますけれども、やっぱこれぐらい明るいとちょっとハイにはならないですかね。じゃあすいません、次のシチュエーションに向かいます。さあオートハイビーム続きましてのシチュエーションは、結構暗くてねまっすぐで、そういった道です。ちょっとねこれ普段のこの企画で取り入れてないおまけコーナーみたいな扱いですね。で今オートで対向車来たのでローに切り替わりました。時速はね今57、8、9メーター読みで58キロキープですね。対向車いなくなったらハイになりますかね。あれなりましたね。どうでしょう、今ちょっと明るい街灯があったんでねそれに反応したんですかね。対向車来てるのでハイのままですね。バイクなのかな。ハイビーのままローに戻ってくれません。やっと戻ってくれた。でももうねこれちょっと多分相手からしたら眩しかったと思うんですよね。ごめんなさい。やっぱりちょっとホンダのこのオートハイビームローに戻るのが遅いなと感じる時がたまにありますね。さあ続きましてのシチュエーションは、暗くてね低い速度で走るところです。さあここで見たいのはね時速30キロをまたぎますので、どういう状況でねハイになってどうでローになるか、あんまりこうねチカチカと上がったり下がったり繰り返しちゃうと疲れちゃいますからね。この辺りの敷地なんかを見たいと思います。今26、27、28、29、30、30でハイになりましたね。でじゃあちょっと速度落としてみますね。30、29、8、7、6、5、4、3、2、1、0。20キロでロービームに戻りました。ということはね、ここまとめますと、30キロでハイになって、20キロまで落ちるとローになるといった感じですね。すいません、ちょっと今回ね、いろいろなところで試せなくて、申し訳ないです。じゃあ、あとはね、ちょっと操作などの話に進みたいと思います。オートヘッドライトに関するレバーの操作です。まず基本の位置はオートです。ここから上に一つひねると手動でオンの状態になります。で、基準位置から逆に下に1個ひねるとスモールのみ点灯。もう少し奥までコクッといくとこまでひねると完全にオフになります。で、ここはオートリリースで手を離して基準の位置まで戻ります。で、続いてオートハイビーム中の操作なんですけれども、ここにはねパッシング操作、これに対して一つ機能が割り当てられています。例えばオートでハイで走行中、手前にポンと引くとねロービームに固定されます。ワンタッチウインカーは3回点滅して消えるタイプです。123 123で、出てる間に反対横に動かすと消えます。ちょっと忙しいですけどね、消すことも可能です。ワンタッチウインカーはオンオフが可能です。メニューの車両設定からライティング設定の中のワンタッチターンシグナル、ここでオンオフが可能です。ビットのオートハイビーム、ハイロー切り替え式の LED ヘッドライトを使ってみての感想は、暗い場所だとガンガンにハイ側を使ってくれるシステムだと思いました。ドライバーにとっては安心の制御で、でもちょっと対向車に対してロー側に切り替わるのが遅いと感じる時もあります。
一晩運転していて数回くらいの頻度、例えば動画であったようなね、対向車がバイクだった時とかですね。その分ね、ドライバーが瞬間的にパパッとロー側に切り替えできます。それから明るい道を走っている時はあんまり背側を使いたがらないシステムだと感じました。こっちは逆に手動で背側を使っていくという印象でした。こうした印象はハロゲンヘッドライトのガソリンモデルでも同様で、操作方法も一緒だったことを付け加えさせてください。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。